落として巻くだけの、シンプルな釣りなんですけど、一番その魅力があるっていうところはどういうところかっていうと、それがこうやり込んでいくと潮流を感じたりとか、あとやっぱりこう着底取ってからのこう魚からのアプローチがある時に当然こう違和感が出てくるんですけど、その違和感を感じながらマダイにアプローチしていく。でそれを本綿に変えてヒットに持ち込むっていうところのプロセスがこのタイラバゲームの一番面白いなっていうところになると思いますね。僕がこの釣りにハマってる要因は、簡単なんだけども奥深い、もうこれの一言につきます。今日の、展開なんかもそうですけれども、非常にいい当たりがあって正直バラしちゃった悔しさもあったり、逆に頑張って何とかやって1本釣り上げたりとかっていう形で、本当一日の中でも、何回年間通してもいろんな喜怒哀楽を、表現できる、これがすごく楽しい釣りかなと思って、魅力かなと思ってます。本当に簡単なんだけどすごく深い、これが僕が本当ハマっている要因です。ちょうど巻き上げ10回ぐらいでもう浮いてきてる。あと15。ほいほい、ありがとうございます。ちょっとこう上げ潮残りで、流し始め船長つけてくれたところで、1枚上がってきてくれたんですけど、巻き上げ回数はだいたい10回ぐらいちょっと上ずってる感じで、1枚来てくれました。水温が低い時期と比べてここ自体も水温11度ぐらいしかないんですけど、当たり方は結構明確な感じでガツガツガツっと、来てくれた当たりになります。イメージ的にはちょっとタイも浮いてきたかなっていう、ちょっと春先をイメージした感じの、当たり方で1枚、来てくれました。はい、じゃあリリースします。ほい、はい、行きました。よし、リリースうまくいきました。まずベイトパターンでいくとこう季節でちょっと違うんですけど、基本的にはイワシパターンっていうのはすごく少なくて、どちらかっていうとそこにいるカニとかシャコとか、あとアミエビとかそういうベイトが多いフィールドになります。で水温が上がってくる春先以降は結構イワシとかが出てきてイワシパターンが少しあるかなっていう感じのフィールドになってます。水深も浅いところだとやっぱ10メーター以下っていうところもありますし、深いと80メーターというような、ポイントもありますけど、年間通してこういろんな水深でタイが釣れるフィールドになってます。まずは水深が40メーター前後という形の、ポイントがメインになってくると思います。春先ののっこみの時期の最大の特徴は通常だとボトムからだいたい15回巻く感じなんで、そこから9メーターぐらいのレンジが通常になるんですけど、春先マダイ浮遊卵なんで浮いた状態で産卵していくので巻きの回数がレンジが上がって30回40回、巻いてくるというような状況に変わっていきます。なので当然ながらタッチ&ゴーでボトムから釣るっていう釣り方が基本にはなるんですけど、あまりにもこう浮いてる時、場合によってはスピニングで投げて上からのカウントで、カウント5とかカウント10とかで当たりを取っていくというような釣り方も実際出てきます。それが、春先の、時期になりますね。
はい、多分季節の変わり目だと思うんですけど、2月の中旬から昼にこう潮が大きく動く時期になってまして、それまで型で言ったらだいたい2キロ前後のタイが多かったんですけど、ここ最近は5キロとか6キロとか4キロとかノコミを意識したようなタイが大台が上がっているのが今の時期ですね。じゃあちょっと今朝一は揚げ潮残りで潮があったんですけど、今ちょっとこう潮止まりでない状態なので、キャスティングで投げて広く探っていきたいと思います。水深が今42メーターということなんで、ヘッドはですね 80g をつけて、であと泳ぎ重視なんでラバーもちょっと一回りちょっと小さくしたシングルカーリーに変えてあります。ちょっと前までは結構こう浅場でやるのがキャスラバメインだったんですけど、潮止まりに深場でもキャスティング使うことで魚は取れるので結構有効です。両方あった方が楽しめますね。やっぱり基本的にやることは一緒なんですけど、やっぱ広範囲に探れるっていうところがいいところだと思います。おお、何オナガ、マジで？オナガザメ、めっちゃオナガだったね今あちらに気を取られてだからオナガは跳ねるよ。あ、本当？ほら猫巻いて我慢していいかな。ナイス。よいしょ。であとは竿をいいかもしれない。ごめん、ダメだ。なんだ今なんかかかったけどバレちゃいました。もちもちいいサイズだと思います。これからタイラバをねぜひ始めていただきたくて、なと思うんですけれども、どんなタックルがいいかなっていうところになりますが、基本的には、竿は、6フィート6インチから7フィート弱ぐらいの、竿を選んでもらえたらなと思います。でその時のよく行かれる船宿さんのその船のですねこう高さとかそういうのにもよるんですけども、そこの推奨していただくレングスっていうのはすごくいいんじゃないかなと思います。で基本ベイトがいいんじゃないかなまずはと思います。でベイトリールは、丸型でもあるんですけど200番、私これ今使ってる量が使ってますが、1016っていうサイズ番手を使ってますが、島根さん200番の、リールを使ってもらっていただくのが一番タックルのバランスとしてはいいかなと。でそこに巻く糸は P は 0.85、 これは基本じゃないかなと思います。 0.85 の糸にリーダーを、12ポンドのリーダーを、つけてもらって、だいたい基本的には1キロ2キロの、長さをセットしてもらう。でヘッドシンカーはそのところ場所によって正直いろいろとあるんですけど、ここ東京湾ですと、80g から 120g ぐらいの、ヘッドシンカーを持っていただければいいんじゃないかなと思います。それにあとは、船宿さんの船長のおすすめするネクタイなんかを持っていっていただくと一番いいのかなと思います。あとは針か。針もそこのね船長さんに推奨する、針を、持ってきてもらって、それつけてもらえればすごく本当にタックルも先ほど言ったように、ヘッドシンカーに、針含めて針をつけていただいて、あとネクタイこれをつければタイラバってできますんで、すごく簡単な釣りなんじゃないかなと思います。P が基本的には今回私使っているのは新シリーズのバリバスの X9 レンジマスターの 0.85 を使ってます。
それに合わせる、リーダーなんですけども、今日今使っているのは、シュアレコードの、12ポンドの、リーダーを使っております。であと僕の場合はね、あと場合によっては、それこそ、ナイロンの、12ポンド同じ号数ですけども、12ポンドのリーダーを使ったりとかすることもあります。その辺はね、ケースバイケースでいいかと思うんですが、僕が、あえて使うのはしなやかなやつっていうのをこだわってちょっと使っています。とにかく平らってさっき言ったようにすごくシンプルな仕掛けになるんで、とにかく馴染み、なんかタイに違和感をどう与えないかっていうのを自分はどっちかというと念頭に置いて、タックルのセッティングで使ってます。その際にナイロンってすごく、ナイロン系ではしなやかなんで、それだけ糸に塩とか同調しやすいかなと思うので、柔らかいやつを使ってみようとします。まずはとにかく、ナイロンでもいいし、食水がね、一番シンプルなシュアレコードみたいな形のフロールカーボンでもいいんで、しなやかなリーダーを使ってもらうのは僕はお勧めします。もう分かりやすいところに一番いいですよね。一番いいところはとにかくこう着底が分かりやすいラインですね。慣れてる人は慣れてる人で着底の取り方っていろいろあるんですけど、マーカーがすごく分かりやすいんで、誰でも今着底したよねっていうことが分かりやすい糸ですね。で当然こうなんか編み込みがこうなんていうの、普通のこういう編み込みじゃなくてこうまっすぐこう編み込んでるんで、すごくこう直進性が高いっていうところもその着底の分かりやすさっていうところあると思います。であともう一つ言えばやっぱりこう PE の伸び率が 3% っていうところなので、感度重視の平らバー釣りにおいてはすごくこう大事なところなんで、すごく平らバーの釣りに向いてる糸だと思います。結構糸選びでこうどの糸選んだらいいのっていうところが分かりづらいと思うんですけど、どのラインもやっぱりいいように仕上がってるんですけど、レンジマスターに関してはとにかくそのマーカーっていうところに工夫もしているし、P の伸び率も 3% っていうところなので、すごく扱いやすい。来たよー、来たよー。うわー、針1本。すんげえ上、すごい上だった。話してる間には結構追尾が分かってて、どこまでも巻いてたって感じでしたけど、もうちょっとで来るよー、来たよー。ほい。朝言ってたこう1本を増やしていくやり取りをしていくと、一枚一枚取っていけるかなっていうの、その魚の暴れ方でなんか分かるところもあったりとかして、でそれをこうまだ1本だなと思うとこう長めにこう竿を起こすタイミングをめちゃめちゃ長く取ってる。だから遅くなかったですか？すげえ長めにずっとガツガツやってませんでした？あれでとにかくこう他の針を絡めさせようみたいな。そうするとこういう感じの、多分最初の1本ってもしかしたら、これが1本でこの後にこれが決まってる感じってやると、こうやっぱりここの硬いところではあるけど、やっぱ2本刺さってた方が外れは少なくなるかなっていう。やっぱりこう東京湾ってそんな簡単なフィールドじゃないんで、やっぱ一枚一枚取っていこうと思うと、どんだけ針刺せるかなみたいな。大きく分けて2つあって、やっぱり春先ののっこみの時期なんで、2月の後半から5月までっていう時期と、あと秋の数釣りっていうことで、10月から12月とかそういう時期がおすすめになります。いずれにせよ例えば
お正月終わってからの2月って一番こう冷え込む時期なんで、そこら辺やっぱりこう釣り師として皆さん、好みがあると思うんですけど、東京湾だったらその春と秋っていうところがおすすめの時期になります。ただ意外と夏場が実は面白くって、水深がめちゃめちゃ浅くなるんですよ。で根回りとかもやっていくので、結構慣れてる人たちだったら夏場キャスラバで釣る浅場もすごく面白いと思います。で意外と根回りは型も出るんで、そういった部分でも夏もおすすめです。ただ暑いっていうだけで、はい、そんな感じです。なかなか修行タイムですね今。ただ釣れる地合が来るとバタバタバタって釣れたりとかするんで、そのタイミングをちょっと今待って、一頭一頭とにかく丁寧にやり続けていくとこれが平バス。伊藤さん当たりました。もう多分当たってます。だけど追尾してるような感じ。ついてるのはなんかついてる。タグとかなのかもしれない。はいじゃない。もうそろそろかな。フグフグ。おお、トラだ。はい、水いっぱい。はい、思わぬゲスト。はい、トラフグちゃんです。この時期の下道でちょいちょいそれも。さっき多分ライン切られたのもこれかななんて思ってます。でも針は本当にがっつり3つ。ネクタイはもうガッチガチにやられて来てまーす。でもちっちゃい。塩焼きです。800ぐらいかな。はい。じゃあリリースしていきます。また大きくなってきてください。はいはい、来ました。はい、リリース OK です。当たってる。当たった。来ますよ。勝負が早いです。違う。うわ、アジだ。ギガだ。すごい。こっちか。どっちか。下道その1、2か。その2、航空業って言われました。高級魚の次はギガアジです。そうだから平場こういういろんな下道も釣れるんで、これはこれですごい楽しい。当たりは一緒だから、引きが途中の引きがなんかあれって感じで、最初はガンガン引いてったから高いかなと思ったけど、途中でだんだん引きがある、途中上がってきたんです。来ました。
続きます。かな。そうですね。高いだね。よし。はい、よいしょ。はい。綺麗だけど可愛い。とりあえず1匹目です。来てるよ。今反転待ってます。おーし。ナイス。ナイスです。残り15になったら。いや全然了解。全然遠いから。いいっすね。いいっすね。いいっすね。6点でこの曲げだからね。でも1キロぐらいかも。浮いた。これね分かりやすかったね。分かりやすい。追尾で結構ラバー引っ張ってたんだよ。結構スローでこうずっと待って反転したところで感じで一番なんかもう典型的な当たり方だった。当たり方だった。この水深だとやっぱこのぐらいの硬い竿の方が俺はやりやすい。デッドデッドスロー1あるかないかぐらい。はい。潮に合わせて巻いてるんですけど、一番は巻きスピードを変えてます。巻きスピードを変えてます。最初の40メーターラインのところは、潮は来てたんですけど、結構ほんのり来るような潮で、巻きスピードも3とか4ぐらいで巻いてたんですけど、水深変わって底上もだいぶ重かったんで、巻きスピードも先ほどの3とか4に対して、だいたいもうデッドスローだいたい1あるかないかぐらいのゆっくり巻いて誘ってきました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様。今日はどうでしたか？今日はですね、大きなちょっと期待を胸に挑んできたんですけど、実際潮的には、その潮の差ですねは1メーター20ということで、結構いい底潮が流れるんじゃないかなっていう期待を胸に挑んできたんですけれど、意外といってなかったなっていう感じで、結構なんて言うんだろう、こう潮の本当の良さっていうのはあまり感じられなかったんですけれど、そういった部分でももうちょっとこう一声欲しかったなっていう感じですね。ただやっぱその辺はさすがそうですね。仕事はしっかりとされて、なんとかね、見れましたけど、もう一声ね、前々日ぐらいまで5キロ4キロ3キロと2キロといい方が出てたんで、もうちょっとこうもう一声欲しいなっていう感じだったんですけど、僕もとりあえずなんとかね格好はつけましたけど、朝一動画でねちょっと撮れてるかどうかわかんないですけど、いいのかけたんですけど疲れちゃったと。地合いが短かったですね。確かにね、とにかくね潮あったのに結構なんかこう当たり方とかもどんどん変わっていくし、ただ平場ってやっぱ面白いなとか、難しいな、いろんな要素の部分がこの動画で伝わったんじゃないかなとは思うかなというふうに感じましたけど、そうですね。その水深もその40メーターだったりとか、深いところで今日75メーターとかっていうところをアプローチしてるんですけど、そこら辺も結構水深がガラッと変わるところではあるんですけど、そこら辺面白かったかなっていう感じですね。そうですね。ぜひね、本当この動画見てもらってね、平場
興味持ってもらってやってもらえたら嬉しいですね。そうですね。ちょうど多分公開される頃にはもうのっこみシーズンっていう形に入ってると思うんで、ぜひこの動画参考にしていただいてタイラバ楽しんでいただけたらなと思います。そう思いますね。はい、ぜひお楽しみにしてください。よろしくお願いします。はい、お疲れ様でおした。疲れ様でした。ありがとうございました。